1000回までのオラオラジオ。マヌケめてめえジョセフ・ジョッサー石塚運長だ。俺声小さいんじゃねえかな。まあ普段からオラしかねそう喋んないからね。オラ1年何ヶ月お前らと一緒にこの仕事をやってきて、すごく面白かった。役者やっててよかったなみたいな。なんか4がたくさんあってたまに5があったみたいな通信簿をもらったような気がしますね。大変よくできましたわけたいと思いますジョジョの奇妙なスターダストクルセンドオラオラジオ。この番組は荒木博彦先生原作のテレビアニメ「ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダース」のラジオである。パーソナリティは空城城太郎役の小野大輔でお届けする。ストーリー2015年日本。ジョースター家の血を引く青年空城城太郎を演じる小野大輔はスターダストクルセイダースを終えた喪失感に取りつかれていた。アニメ終了によって倒れたファンを救い喪失感を克服するため数々のゲストスタンド使いたちを撃破し、10月のイベントザ・ラストクルセイダースに向けて小野大輔の旅は続く。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りします。Go West。改めまして空城城太郎役小野大輔です。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースのラジオ第28回目です。私気づきました。オラオラジオうっかり2年目に突入しております。いやーありがとうございます。ありがとう、それしか言葉が見つからないいや本当にね、そういう思いでいっぱいですよ。そもそもですよ、このラジオジョジョの奇妙な冒険、スターダストクルセイダースにね、始まる時にですね、合わせてですよ、こちらの方も始まりまして、ジョジョ大好きなあなた、そして、ジョジョこれから触れるというあなたにですね、ジョジョの奇妙な冒険の魅力をお届けしていこうという番組だったはずなんですけれども、蓋を開けてみればね、好きなことをダラダラと60分以上喋り、温泉様60分が限界ですと、60分しか時は止められませんと配信ということはできませんというにもかかわらずですよ、あと2秒ちょうだいですよね。だからねあともうちょっと喋らせてと、だいたいだから70分ぐらい喋ってんですよ今、ぶっちゃけで。びっくりですよ。前回 GG 来ましたけど、雲翔3回はですね、なんと80分超えですよ。また雲翔さんがこのラジオの最長記録をですね更新していくということでですね、いやー、そんなに長いこと時を止められるようになったかと、すごいですよ。でももう一回確認しますけれども、オラオラジオはそもそも確か確認しましたよ。おさらさんにもスタッフさんにも確認しましたよ。何分想定ですかって。30分想定なんですけれども、盛り上がってきたりとかして、40分ぐらいになっても、そこはネットラジオなんで、それはそれでありですよみたいな話をしてたんですよね。編集もしますしねつって。いやー、怒られないからってね、毎回60分以上喋るっていうのはですよ、普通じゃないねでも本当来てくださるねゲストさんのそのお心遣いと、そして熱量に支えられて、そして本当にメールをそんなにたくさん読まないのにいつもメールをたくさんねくださる、リスナーの皆さんのおかげでですね、オラオラジオは成り立っておりますので、2年目ですかまだまだ続きますので引き続きよろしくお願いいたします。というわけで、久しぶりに一人です。孤独だよーいぜ、アヌビスだよね、台本に書いてあることが大体こういう感じですよね。こじらせちゃってますよね。
まあでもゲストさんたくさん来ましたね、ここのとこ。まあ今日は一人なんですけれども、ジョースターズ、そして福円ちゃん、浩平先生、平川さん、小松くん、雲翔さん、そしてケンちゃんのね、はい、三宅健太氏のクロスファイヤーですか。はい、クロスファイヤーありけんラジオもありましたし、そして、佐藤拓也くんが来てくれた CD ね、取り下ろし会っていうのもありましたし、はい、これ第3弾、DJCD の第3弾の方に入ってますのでですね、佐藤拓也くんゲストの回もぜひ聞いてみてください。こじらせております。というわけでですね、まあ雲翔さんともいっぱい喋ったんですけれども、引き続きまあ最終回、そして小安さんとの上映会の感想などなどいただいたメールを読んでいきたいと思います。はい、スタンド名ブルーオーシャン。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。ありがとう。アニメ47話を拝見いたしました。オープニングの最後にディオが時を止めて丈太郎に近づいたじゃないかっつ。そして互いに向き合って丈太郎とディオのオラオラとムダムダラッシュに度肝を抜かれましたっつ。最終決戦に向けてのスタッフさんのオープニングがよりディオとの最終決戦だと感じられました。これから最終回に向けて期待していきたいと思います。ということで、この方は47話の時点で、止まった時間の中に入門してきたその感想を、送ってくださったんですね。そして48話のオープニング見たでしょう。今びっくりですよね。オープニングについてね、この方だけじゃなくてたくさんいただいてるんですよ。数えきれないそれこそオラムダラッシュの数ぐらい来てますけれどもね、このね47話がまず違う、これまでと。まあそれはもちろん皆さんご存知の通り、時を止めるディオがで、その中であれ気づきました？まあ上映会でも話したんですけど、ジャスト9秒止まってます。そしてそれがですよ、すでにオープニング作った時点で、エジプト編の、オープニングが放送された時点でですよ、もうこの演出は決定づけられていたそうなんですよね。これがびっくりですよね。まあ僕ら演者の方はもちろん知らないわけですよ、それを。で、何かが起こりますとだけ言われてオンエアを見ていたら、僕らもオンエアを見てもう度肝抜かれましたね。でその9秒っていうのがもちろんディオの9秒ですし、もうすでに振り子のオープニングで、バックでこうディオブランドの時のディオとかジョナサンとかのフラッシュバックがね流れる中で振り子が9回触れてるんですよ。あれお気づきでしょうか気づかないよね、そんなのなかなかね。いやほんとすごいことだと思います、それって。でさらに言うとですよ、もう一つあるんですよ。47話から48話、つまりラス1から、最終話にかけてですよ、ここも変わってたんですね。まあ分かりやすいところで言うと効果音ですよね。何かスタンドが出たりとかですよ、アクションがあるたんびに音が全部ついていたと。まあこれはでもジョジョだったらやるだろうなっていうふうには思ってましたけれども、まあ度肝抜かれましたよ。だって47話で仕掛けやってんだから、もうさすがに足してこないだろうと思ってたら、何なので、その足してるね、そのまあ効果音だったり、例えばですよ、まあ今ねさっきラジオスタッフで検証してみたところ、どうやら分かりやすいところで言うとディオの影がチラホラ出てくるんですよね。殴ってたりとか、歌教員 のところでスッて出てきてたりとか、ジョセフの時止まってるポーズみたいなのが、あれね、その最初のエジプト編始まった頃はただただそのこう何か追いかけてるような絵なのかなと思いきやですよ、あれ時止まってる時のジョセフですもんね。でそのジョセフに伸びるディオのこう魔の手みたいなところが48話になって追加されてたりとかですね。とにかく俺何なの？誰かが予想したそれをって、誰かが望んだの？いいえ、好きだからやりましたみたいなジョジョが好きだから作業を増やしましたみたいな、もう神風動画さんも本当ブラボーですね。でね、今そのラジオスタッフで検証していること以外にもたくさんなんかね直してるとこあるんですって。直すっていうか追加してるところで、この辺はね、せっかくほらオラオラジオもほらもらった2秒っていう時があるわけじゃないですか。続いてるわけですよ。そう9秒を超えて、本編の最終回を超えてラジオがまだやっているっていうことがすごいですよ。本当ありがとうですよ。でも本当そうか、前回ジジイ来てくれたからかなせっかくなんで神風動画さんにもね、どこが違うのか聞いてみたいですよね。次回
改めてこのラジオでもですねそのオープニングに込められた思いなんかもちょっと紹介していきたいと思いますので楽しみに待っていてください。じゃあメール読みましょう。まあね30分番組なんでね急がないとね。スタンド名実年齢丈太郎と一緒だ。おほ高校生ってことかな。小野大輔様スタッフの皆様こんにちは。こんにちは。初めてメールします。ありがとうね。6月19日東宝シネマズ日劇のプレミア上映会に参加しました。ありがとう。今回のゲストはディオ役の小安さんとのこと。私が生で拝見するのは十何年ぶりのこと。上映より先にトークコーナーがあったわけですが、あれ小安さんってこんなに話す方でしたっけそうだよね。上映では46話で歌教員の最後に再度泣き、47話でジョセフ VS ディオでハラハラし大きなスクリーンで見るジョジョはとても迫力がありました。48話の前の告知コーナーで小野さんと小安さんが2人で話が盛り上がっている横で司会の小林さんがタワーレコードのジョジョグッズを無音声で紹介しているのは笑いましたそしてとうとう最終話喋りすぎなんだよな、本当に手に汗握るような感覚でとても集中してみました。なんというかすごかったです。丈太郎かっこよすぎです。やれやれ。で小野さん小安さんほかなぜかいるキャストの方々を見送ったことでそうなんだよね。ずっとね実は見てたんです。平川さん小松くんそして最終回の前のところで、本当に駆けつけてくれた雲翔さんたちと一緒に、見ました。ああこれで3部が終わったんだ。今日ここに来れて本当に良かったなと思いました。寂しいけれどとても満喫し夜の MX の放送でもう一度堪能しようと帰路につきました。終了しホールにいたお客さんは皆晴れ晴れとしていました。それこそ丈太郎が日本に帰る飛行機の中で見せた表情と一緒でした。帰ろうとしたんですが階下に降りた時傘がないことに気がつき慌てて劇場に戻りました。その時の自分はいやー恥ずかしいなくらいにしか思っていませんでした。席に戻ってみたところあれないスタッフに忘れ物をしたことを伝え回収されてないか聞いてもないとのこと。ここから一気に気分は急降下とりあえず遺失物届を日劇さんに出して帰りました。使っていた傘は25年使用していたもので愛着のあるものでした。以前電車に忘れても戻ってきたこともあるものでしたが今回はまだ日劇さんから発見の連絡はありません。どこに旅立ってしまったのやら。オラオラジオは10月のイベントまで続くようですね。ぜひ女性声優のゲストを呼んでいただきたいです。話が変わった。お二人ずつでも希望としてはエンヤバー役の鈴木玲子さんをぜひよろしくお願いします。これからも配信を楽しみにしていますじゃあまず日劇にで、傘を発見された方お気づきの方いらっしゃいましたらぜひ、オラオラジオにご一報をよろしくお願いします。実年齢丈太郎と一緒ださんが、今必死で探しております。25年間使用したものですよ。まあそんな連絡もありつつですよ。まあ本当玲子さん呼びたいね玲子さん本当にねエンヤバーとは思えないぐらいすごくいい方であったかい紅茶が喉にはいいよとか飴舐めなさいこれ蜂蜜プロポリスこれ純度 100% だからっつってくれたりとかすごい優しい方であとアドバイスもくださったりしてね。はい玲子さんいいですね。確かに女性のキャストさんねマライア役のねあやひちゃんとか例えば、ハイプリエステス久川さんエンプレスの雪野さつきさんいやたくさんいるよね。庵野ね釘見もそうだしね何気に女性声優さん出てるわ。あとなぜかひどい目に遭う男の子役で女性声優さんたくさん来てらっしゃいましたしそうだラジオで触れたね高森ちゃんだったりポルナレフの藤村だったりいる割といる。なんか雲翔さんがなんかことあるたんびに男臭い現場だなって言うからそうだと思ってたけど割といますからぜひ来ていただきたいと思っておりますよ。あと傘見つかれはいそして本当上映会ね皆さん来てくださった皆さんありがとうございます。小安さんがこんなに話すんだっていうのはですね書いてますけれどもいや喋りますよジョジョに関してすごくというか本当に現場のムードメーカーになってくださってたのでそれまでもねすごく盛り上がって楽しかったんですけど小安さん来てからはさらになんか笑いが絶えないというか笑かしてくるんですよね。あと雲翔さんいじりがひどいこの上映会でも言ってたんですけれども、ちょっとみたいな雲翔さんっつってベタベタ触るとかもうあれでしょってもうそんな声出ないでしょっつって焚きつけたりとかね
面白かったな。でもそういう意味では本当ディオっぽくってね、なんか気がつくと近寄ってきてて、友達になろうぜっつってすごい近寄ってくるから、わざと離れてたりもしてましたけどね。上映会ね、その配信がなかったので、まあ本当こう改めて今ラジオで上映会のそのトークについては、覚えてることを話したいと思うんですけれども、ありのままになんか喋ったことをなんとなく話すぜ本当に小安さんでディオ好きなんだなっていうのが、ディオが好きだし、ジョナサンが好きだし、でジョジョっていう作品が本当にもう愛してるんだなっていうのがね伝わりましたね。まあずっとふざけてましたけど、その世が世ならディオが主人公だって話をずっとしててディオが何を悪いことをしたんだと、俺はただ自分の身を守っているだけだと。そこをさちょっとさ確かに丈太郎のお母さんは具合が悪くなってるかもしれないけれども、なんかちょっと上半身なんかはだけちゃってさ、色っぽくなっちゃってさって、そうなんかこう丈太郎のお母さんがちょっと色っぽくなっただけで俺を殺しに来るのはおかしいだろうって話をしだして、何を言ってるんだあんたっつって、どんだけ殺したと思ってんのって、あんた吸血鬼だよと、どんだけ罪のない人々を食料としてね、自分の手にもうそれこそ毒牙にかけてきたかっていう話をしたんですよ。そしたらってだって食べないと生きていけないでしょって、じゃあお前これまで食ったパンの数数えたことあんのかよって言い出してうわー、そんな軽い感じで名言聞きたくないわと思いながらクソ腹立つって、もうほんとそうですよ、怒りですよ。こんなことを言われたって怒らないやつはいないぜですよ。ほんと殴りたかった。まあなんだったらちょっとアフレコではちょっと殴ってます、二の腕をパーンってすぐそういうこと言うから。あとすごいね、その取材でも言ってたんですけど、歌教員と丈太郎の絆っていう話をしてる時にすごいチャチャを入れてくるんですよね。いやーでもディオとジョナサンの方が仲良かったよって確かに長さ的にはね、因縁的にはそりゃ深かったでしょうよ。いやただ丈太郎と歌教員っていうのはこの短い間でねつながった絆っていうのはあるんですよ。何も言わなくてもそのつながっている心っていうのがあるんですよって話をね延々とするんですけど、絶対ねもう口喧嘩で勝てないんですか、小安さんには。いつもね論破されるんですよね。まあそういうところもディオっぽいと思いましたし、ほんとね自由だったこの日小安さんは。で最初ねでも小安さんだとしても随分やっぱすっげえ喋ってくれるなって、すごいサービスしてくれるなと思ってたんですけど、途中で気づいたんですよね。あ、ちょっと緊張してるんだと思って。で本人も言ってたんですよ。あんまりそのイベントごとに出ることがないから、でもこのねジョジョに関しては出たいっていう気持ちがすごく強くて、で出てくれたんだなっていうのがひしひしと伝わってきたんですよね。何喋ろうってずっと言ってて、なんかそのずっとふざけてずっとディオがすごいぞ、ディオ偉いぞっていうそのディオ大好きトークをしてる小安さんを見ててすげえ感動してたんですよ僕実は。で8割方小安さん喋ってました。で結果あれだからねギリギリだったんですよ多分。日劇の空いてる時間、つまり上映会やってお客さんが帰れるギリギリの時間まで多分喋ってたんだと。だってね10時半だっけ閉まるんですよね確か。お客さん帰れなくなるんですってあそこ時間過ぎると。だからね正直スタッフ様気が気じゃなかったみたいですよ。やばいって、これ見たはいいけど帰れなくなっちゃうみんなって、ディオの館みたいになっちゃうって朝日を見れなくなっちゃうって。でもほんと小安さんイコール僕の中ではディオで、その話もねちらっとしたんですけれど、小安さんが僕憧れだったわけですよデビューする前から。ぶっちゃけ言うとまあガンダムウィングですよあの作品を高知県なので、高知県で高校生の頃に朝の5時ぐらいからやってたんですよ再放送で。それを見ててうわなんてかっこいいんだってごめんなさいねジョジョのラジオなんですけども。でそこからやっぱりすごい声優さんいるなと。でも憧れだったんですよね。で
月日が経って声優になって会った時にちょいとした役で出たドラマ CD のその最初に会った時のことを小林さんって覚えてるんですよね。で小松くんの回でも話したんですけど、一回会った若手のこと全部覚えてるんですよね、あの人。全部が分かんないけどいや全部じゃないかな。だからね、みんな久しぶりに会ってもあの時一緒だったねって言ってくれるんですよね。嘘か本当か、いや本当なんだろうなきっと。でそのずっと憧れだったのがそうだからカリスマなんですよ。悪には悪の救世主が必要でしょ。だから駆け出しには駆け出しの救世主が必要なんですよ。もう本当ね、だからこの人すごいなと思って、もう一発で好きになっちゃって。でももう何回か会ううちに今度は自分もだんだんその役をいただくようになってきて、それこそね小林さんと戦う、小林さんを倒すっていう役をねいただけた時があって、でもその時に思ったんですよね。憧れてちゃダメだと。憧れたまんまだとこの人を超えることもできないし、この人となんて言うんだろうな、この人が本気で戦ってくれるような役者にならなきゃダメだと思ったんですよ。でその時すごい焚きつけられたんで、そんなんじゃ死ねないぞっつってなんかすごくそのことを覚えて、で僕も覚えてるし小林さんも覚えてた。でこのジョジョが決まったんですよ、その後。だからそれがすごく嬉しくって、そっからもう倒すって決めてからはものすごい突っかかるようになったんですよ、小林さんに。なんでかっていうと小林さんが言ってたんですよね。俺は好きな先輩には突っかかっていってたって。だから雲翔さんのことすごいいじるのもそれでだったらしいんですよね。だからよし、これはもうつまり俺をいじれってことだなと思って、僕はだから小林さんに会うたんびにぶっ殺しますよととか、またゲームばっかりやってるんですかみたいなのとかいろんなところで会うたんびにわざと突っかかっていってたんですよね。でこの収録が始まり、オラあれじゃ遅くない？重いけど遅いよっつって、そんな話もされ、くそーって思いながらまたスピードを速めようといろいろ雲翔さんにアドバイスももらいつつ、そうなんですよ。だからそういう積み重ねをしてってやっとここまでたどり着いて、で小林さんがずっと言ってたのがふざけて俺もう丈太郎は勝てないと思うから 30% でやるみたいなこと言ってたんですよ、ふざけてでもそれでもぶっ殺しますよって、でも 100% で来てくださいっつったら、最後の話数、もうほんと46、47、48話ですね。まあ 100% ってなんだろうって、100% って多分これが真骨頂だ、これだっていうものだと思うんですけど、もうなんかこの小林さん見たことないっていう小林さんだったんですよね。スタッフさんもみんな実は言ってて、これまでこの小安武人は見たことがないとそれで感動しちゃってってずっとね憧れだったけれども倒すって決めて、それこそもうおこがましいけどライバルだと思ってやってきて積み重ねてきて、ようやっと戦えるようになったんだなと思って、その後に戦い終わった後に飯食いに行ったんですよ小安さんと寿司を実は誕生日がねほぼほぼ一緒なんです。僕4日、小安さん5日で、前からねずっとその話はしてて、誕生日近いから一緒に飯食うみたいな話はしてたんですけど、ようやく実はねその収録の合間で叶って、その時に上映会でも話をしたような話をすごくしてもらって、なんか本当にすがすがしい気分ですって。あとその小林さんに伝えたのは、僕はもしこの収録でジョジョって作品で最終回終わった後に声がなくなったとしても全力でやりますと。声優としてもしこれで声優人生が終わったとしてもいいっていう気持ちで行きますって話をしてたんですね。で終わった後に言ってくれたんですよね。ご飯食べてて、もうお前が丈太郎になるってことはこれから先お前丈太郎の人って言われるぞって、お前丈太郎背負ったからね、だからそれを絶対忘れないようにして、であと絶対にそれを衰えさせない、
ずっと丈太郎でいられるように頑張りなさいっつって、俺もずっとディオでいられるように頑張るからって言ってくれて、役者生命かけてやって、でそれに 120% っていうか、なんだろうな、もうパーセンテージで表せないぐらいのものを返してくれて、でさらにそうやって言ってくれるっていうのはすごい、もう本当生きててよかったって思いますね。本当ディオだなと思った、そこに痺れる、憧れるだなと思った、やっぱり。なので、まあ役者小野大輔としてはやっぱ小安武人はそこに痺れる、憧れるの存在であり、そしてずっとでも言わせてください、ライバルだとずっと戦ってたいですね。だから丈太郎としてディオと思いました。まあそんななんか気持ちを受けたまわった上映会だったなというふうに思います。もうちょっと長くなっちゃいましたけれども、そんな感じで、あれメールは小野大輔エジプト編、破壊力 A、 スピード A。 ジョジョを知ったきっかけ、意外、それはジョジョの奇妙な冒険との出会いにドラマあり、作品を知るきっかけとなったエピソードを紹介していきます。スタンド名ギネス B。 ジャンプを初めて買ったその後にジョジョ3部の最終回が載っていたのが知ったきっかけです。今から思い返してもなんてもったいないことかと悔やまれます。だって本当に訳がわからなかったですからね。アブドゥルとイギーと歌教員が何をしたのかもわからないまま終わったよ報告を見てしまったわけです。さてそうなるとそれまでのジョジョが知りたくなりますから、3部が始まった12巻を買ってまたまた後悔するわけです。そう、12巻には2部の最後も載ってるんです。またカーズって誰というモヤモヤを抱えてしまったのは言うまでもありません。3部から入った人にはあるあるな話じゃないかって思うんですが、どうでしょうか。なるほど、これは12巻って、JC ですよね。文庫版じゃなくって、確かにそうか、これはかわいそうにとしか言いようがないですよね。でもまあ知ったきっかけになってよかったですね。でももっと言うと4部の最初が載ってる号から買い始めるのがどっちかというと良かったかもしれないですね。まあよし、まあよしですよ。結果徐々にこうやってジョジョをね知ることができてジョジョを楽しんでるわけですから、僕ちょっと引っかかったのというか、ここアブドゥルとイギーと歌教員が何をしたのかもわからないまま終わったよ報告を見てしまった。そう、このね終わったよなんですけれども、これね自分としてもどういう風なトーンで言ったかっていうのをやっぱりなんだろうな、オンエア見るまで分かんなくって、オンエアというか上映会で見ましたけれど、こんな風に言ってたんだって、すんごい多分これまで丈太郎で言ったことないトーンだった気がするんですよね。柔らかさというか、ここのセリフって僕読んでる時はどっちが言ったんだろうなって思ってたんですね。実はジョセフと丈太郎が並んで朝日を見ながらこのセリフが吹き出しじゃない形で書かれてるわけですよ。つまりこれってもしかしたら2人が心の中で思ったっていう風にも取れるわけですよ、原作を読んでいると。でなんかそんなイメージだったんですね。で改めてアニメになって台本読んだ時に丈太郎のセリフになってたわけですよ。歌教員イギーアブドゥル終わったよが、これにねもうジーンときちゃって、終わったよって丈太郎が言ったんだって思うと、こう言えるんだねってでもそれ丈太郎だなって思ったんですよね。ここに来て正直丈太郎って3人とも見とってないんです。3人はその歌教員であったらジョセフ、アブドゥルとイギーだったらポルナレフがその最後を見てるわけなんですけれど、3人のことを丈太郎は見とれてないんですよ。だからこそなのかなって、
ここで丈太郎が3人を振り返って終わったよって報告するのって、いやだからね、もうグワーって、もうここのセリフってブワーってなんかいろいろなものがね押し寄せました。それこそやっぱ上映会で見ててもブワーってきてね、すごく印象に残ってます。最終回の中でも。おっと、知ったきっかけ意外なのにそんなトークをしてしまいましたけれども、以上1枚しか読みませんでしたというわけで、ジョジョ知ったきっかけ意外、それはでした。小野大輔、エジプト編、射程距離 D、 持続力 A。 あなたの奇妙な冒険。皆さんが体験した奇妙なエピソードを紹介していきます。とんでもない数のストックができていますよ。そりゃそうだ、喋りすぎてやらないからね、このコーナーなかなか。今日はじゃあ満を持してこちら行ってみましょう。スタンド名ワイワイは。小野さんこんにちは。第47話の感想です。この回はたくさん詰め込まれていて言いたいことがありすぎるのですが、私が気になったのはディオが丈太郎の首をはねようとした標識についてです。ディオの手にした標識に書いてあった 6-12 という数字、なんとこの数字第47話が放送された日付だったんです。アニメスタッフが放送日に合わせたお茶目心かなと思ったんですが、原作を確認してみると、なんと原作のまま荒木先生はご自身の作品がアニメ化される際の放送日を予言していたのかと驚きます。未来を予知するなんてまるで老子トンペティ荒木先生は波紋を使えるのではと思ってはいましたが、今回の話を見て確信しました。荒木先生は波紋使いです。偶然だよこちらのメールはですね、実はね、ご意見ご感想という、サブジェクトで来てます。つまり奇妙なお話じゃないんですよ、これ来てるコーナーが。それをこっちで読んでることもまた奇妙なんですけれども、これすごいよく気づきましたね。コミックスでも確かに6-12ってなってますね。6時から12時までなんじゃないかないやー、でもよくぞそんなところに気づきましたね。まあだからこそですよ。なんかこの何年も前に書かれたその作品にあるそういうワードがつながっていくこともまたね、いやそれこそ呼び合ってるんじゃないんですか。そう思いなさいよこういうのを見つけるのがまたね楽しいところですよね。そうでも本当ね思ったの。津田 D とも話してて、上映会後に俺アニメオリジナルのシーンで言うとやっぱりどこが良かったですか、全体トータル見てみてって、まあその最終回がもちろん素晴らしかった話はいっぱいしたんですけれども、あとどこ印象に残ってますって話して、やっぱ僕はあんちゃんが去っていくシーンを描いたのがすごい感動しましたねって話をしてて、はって気づいたんですよね、僕も津田さんも。あれも飛行機に乗って去っていってるよねみたいなおーっつって、なんかこのお話の最後も飛行機で終わるから、節目節目にそういうのが来るっていうのはなんか狙ってはいないんだけれど、なんかこうシンクロするところがあったりもするよねみたいな話をしてて、だからね最後のその飛行機のシーンがやっぱすごいジーンとくるんですよね。旅が終わったんだなって。だからね、まあ偶然なんだけど必然かもしれませんということで、いかがでしょう。あなたの奇妙な冒険でした。終わった。小野大輔、エジプト編、精密動作性 E、 成長性 A。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダーズオラオラジオエンディングです。というわけで
久しぶりにやりましたねこれ。エジプト編を終えての、私小野大輔の基本能力を見ていきましょう。破壊力前回 A、 そして今回も A。 ここはもうね、はい、そのまま、はい、まあ役者としての自分のことをと思いたいね、役者というか声優小野大輔として、破壊力は A。 まあ丈太郎やってる時はねこれはもう A にせざるを得ない、でもスピードがね普通だったんです。今回 A にさせていただきました。これはもうみんなのおかげでねまあここまで来ましたし、ディオともオラムダ合戦しましたし、スピードは A ですよ。僕が A にしないと小安さんも A にならないでしょ多分。小安さん A でしたから僕の見た感じだと。はい A です。そして、射程距離前回 E でした。 D です。ちょっと近づいた。ちょっと人との距離が近づいた。ほらジョジョトークをすると近づけることが分かってきたから役者さんが近づいてきてくれる。あと丈太郎いいですねとかジョジョ見てますってすごい言ってくれるんで、これ D になりました。そして持続力、これはもうね1年ラジオやってるんですよ。持続力 A ですよそんなの旅を続けてきたっていうことも含めてね、もちろんこれはね、だって最終回終わってるのにラジオやってんだよ。持続力すごいよこれ、普通は終わるぜまだまだ続きます。そして、精密動作性が前回と同じ E。 まあこれはないよ。だって30分番組だって言ってるでしょって。さっき確認したのにね、今45分ぐらい喋ってるってバーカそして成長性が前回と同じく A ということで、まだまだこれは願望ですかね。成長していきたいですね。もっともっと役者としてもね、ラジオパーソナリティとしてもね、はい、旅は終わりませんよってことです。はい、というわけで今回の感想なんですけども、まあ一人で喋ったらもっと短くなるかなと思ったんですけども、まあ割と喋ってますねそしてメールもたくさん来ておりやすけれども、いやもうこれはね障害しきれない。でも本当にたくさんいただいてて、なんて言うんだろうな、初めてメールを送るっていう人も多いし、やっぱそのジョジョ初めて触れた、例えばそのアニメに関連するラジオを初めて聞いたっていう方も結構いらっしゃるようなので、そういう中でこのラジオをずっと聞いてくださってるのはありがたいです。他のラジオはこんなじゃないです。こんなにずっと喋ってないよ。だいたい怒られるよ。もっと短くしろってでも本当にジョセフとボルナレフの言葉を借りますけれども、本当楽しかった。みんなと一緒だから楽しかったジョジョでした。スターダストクルセイダーズでした。でもほらラジオ続くからさ、ラジオでやりたいことをいろいろ言っといた方がいいとは思いますね。どうしたもんかなイベントでやってほしいこととか、まあ今でもね、ちょうどそう長田さんが書くんだって。今回構成ただのジョジョ好きですよこの人ついにイベントのね構成をね今回満を持してやるということで、まあお寄せくだされば何か取り入れられることもあるでしょうし、でもジョースターズ出るの決まってるんですよね。あれ聞きたいこれ聞きたいいっぱいありますし、何すんだろう。いやこれはね、なんだろう、皆さんのこれからのジョジョに期待することっていうのを寄せてもらった方がいいと思う。このラジオにみんなのそのジョジョへの思いっていうのをやっぱ受けたまわったので、次に伝えていくために上映会でも、小安さん言ってましたけれども、小安さんは1部から3部までのディオの人生を、演じた人生を全うしたっていうお話をされてて、一生を演じられたことにすごく誇りを持ってらっしゃると。そんな小安さんから丈太郎これから先もそういう何かの機会で演じられればいいねって、ずっと演じられればいいねって言ってくださったので、なんかそういう思いを受け継いで受けたまわって次に伝えていきたいなというふうに思いますしね。やろうよずっとオラオラジオまあこれ取り留めもないんですけれども、とにかくオラオラジオは続きますので、皆様からのメールどしどしお待ちしておりますというわけで、トーキングヘッドが俺に乗り移ったかのように一人でベラベラと喋っておりますが、そろそろお時間でございます。やれやるぜ。お相手は空城丈太郎役の小野大輔でした。
この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りいたしました。